はい、皆さんこんにちは。本日も動画を配信していきます。えーっと、本日は、取引のやり方、取引の仕方についてお話ししたいと思います。えーっと、ちょっと、すいません。倒れちゃいました。ちょっと抽象的な話になっちゃうんですけれども、どうかご視聴ください。えーっはい。ちょっと1番から5番まで上げさせてもらったんですけれども、えーと、取引のやり方、まず証券口座を開いてみるとか、なんかいろいろそういった超具体的な話ではないんですけれども、心構えというか、いうことなんですね。一つ目、とにかく買ってみましょう。空売りから入るっていう人がいれば、売ってみましょうなんですけど、売りから入ってみましょうなんですけれども、まあ、株なら株持ってみましょうという話ですね。買ってみましょうということです。で、そうですね。全くわからない方を前提にちょっとお話をしようと思ってるんですけれども、本当にわからないので、いろいろ本を読んでみたりですとか、ネットで検索をしてそれらしい話っていうのを見つけてきて、あの知識を得ようと、どんなものかっていうのを感じてみようと考える方って多いかもしれないんですけれども、とにかく買ってみましょうよ。買ってみて分かることっていうのがあるので、あの買ってみてください。で、と値動きっていうのが瞬時に分かると言いますか、刻々と上がったり下がったりっていうのが目に見えるわけなんですね。いわゆる取引所が開いてて、売買されてる時間帯っていうのは金額がリアルタイムにわかるわけです。ですから非常にあのまあ喜んでみたりとか、下がったりすると非常に悲観的になってしまったりとかっていうようなことがあのあるわけです。ただしこれっていうのは莫大な金額を投資をして、株式を買ったりとかってするのではなくて、もう本当最初の単位でいいので、まちょっと最初の株式の単位って、1株単位から買えると思うんですけども、今どうなんですかね、ミニ株とかっていろいろあるんだと思うんですけれども、もう本当数千円とか数万円とかで買えるんですかね。ちょっと最小ロットで購入したことっていうのがないのでよくわからないんですけれども、そんなに何十万も何百万も出して最初から買う必要はないかなと。そうじゃなくても購入できるはずですので、一度ちょっと証券会社の、ホームページ等をご覧になってあの見てみてください。最小ロットで購入をしていれば、そんなに上がったり下がったりするっていう値幅も、本当微々たるものなので、なんていうか、直ちにその生活に影響が出るような、例えば自分の人生プランに影響が出てしまうような、損失になったりだとか、利益が出たりとかってするわけでもないだと思うので、そこは一度買ってみるということをすればいいと思います。逆にその持ってるものが少ないので、その損失も少ない、損失も大したことないわって思えるかもしれないんですけども、まあ株価がかなり大きく上げたにしても、大した金額じゃないなと思って、つまんなさ、物足りなさっていうのを感じるかもしれませんけれども、一番最初やってみる方に
であれば最小単位でいいのかなと思います。まず買ってみること。ここにポジションを取ると書いてますけれども、買いから入るんであれば買いポジションを取る。で、から売りから入るのであれば売りポジションを取るということです。ポジションを取ってみてください。で、2つ目です。2つ目は常に見続けるということです。見続けるっていうのはどういうことかというと、気にするっていうことですね。買った、例えば株、自分の買った株を、気にすると。今日はいくらだったかなとか、今日はどうなるかなとか、えっ、と、まあ、今日の、少なくとも、今日、今日の取引の終値ぐらいは確認してみてください。それは常にと言いますか、気にしてください。ずっと気にして、値動きを確認してみてください。そして3つ目、周りで起こったことを買ったものに何か関係があるのかっていうのを考えてみる。いろいろ相関があるかなとか、考えながら、えーっと見てください。例えば何か法律の改正があっただとか、新たに法律ができたと。そしたら自分の持ってる株式、その業態が、その持ってる株の会社の業態が影響を被るような法改正であったり、新たな新法が制定されるということがあればですね、値動きに直結する可能性というのもあるわけです。大したことなかったっていうこともあるかもしれませんけれども、常に自分の持っているものが何か影響があるんじゃないかっていうのを考えながら見てみてください。これは法的なものではなくても、政治だとか、あと経済関係ですね、あと外交で、地政学ですね、そういったことっていうのは、その国内で起きてるそのいろんなトピックス以外にも、海外で起こってる事象っていうのもきちんと考えるというか、何か影響があるんじゃないかっていうような目で、自分の持ってるものと関係がないかっていうのを常に考えながら見てください。起こってることっていうのを考えながら見てください。で、それを続けていくと、だんだんそういう癖がついてきます。だからニュースを見ると、自分の持ってるものと結びつけて、うち、今俺が持ってるものって関係ないなとかいうふうに、ニュースを見てても思うようになると。いろんな事象に触れてもそういうふうに考えることができるようになります。そしてさらに言うと、自分の持ってるもの以外でも、自分の持ってる株以外でも、その業種というか業態というかいうものに関しても、だんだん似たようなことが、連想されるというか、何か関係があるんじゃないか、業界にも詳しくなったりします。例えば自動車株を持ってるんであれば、事業者関連の業界に関してもだんだん詳しくなってくると思います。そうしていくうちに、例えばトヨタ株を持ってるんであれば、日産のこととかホンダのこととか、他のメーカー、他の会社のことに関してもだんだん関心が出てくるようになります。いわゆるやっぱり競合してるわけですから、国内限らず国際的にも、競合してるわけですので、ホンダがホンダでああいうことがあった。じゃあ今自分が持ってるトヨタ株にどういう影響があるのかとか、
そういう相関も考えられるようになってきます。するとその業界のことに、本当に業界とか業種とかにだんだん詳しくなるというか、なんとなく分かってくるようになります。でそれをずっと続けてみてください。そうすると今度違う業界のことにともその関係がある、相関していることっていう事象もなんとなく見えてきます。ですからだん月日を経るごとにだんだん日本国内の日本国内のこともそうですけれども、あの世界の、そういった、業界とか業種業態に関してもなんとなく分かってくるようになります。どこでこういうこどこ、例えばヨーロッパの自動車メーカーがであったことも、日本の、トヨタの株を持ってるんであればトヨタにこういう影響があるとか、そこが、協業関係、いわゆるアライアンスを組んでるとかっていうことであれば、そのヨーロッパの自動車メーカーで起こったアライアンス組んでるところの自動車会社で何かあったりすればトヨタにも影響があるよねとか、そういったことが分かるようになってくるというか、関心が持てるようになるというか、あのいう状況になりますので、ぜひ考えながら見続けると、考えながら続けることです。どんなことにも通じることだと思うんですけれども、続けることです。続けること。あの天才はすごく新しい発想といいますか、斬新な発想というか、あのみんなが考えて考えようとしなかったというか、ことをひっくり返すような発想でアイデアを出す、本当にいわゆる天才という人たちがいますけれども、えーっと決してですね、そういう人たちに負けない人たちというのは、一つのことというか、一つのことじゃなくて、たくさんのことを同時にする方もいらっしゃいますけれども、何でもやり続けるということが大切で、何でもやり続けてる人が最後には何と言いますか、勝つことが多いんじゃないかなというふうに思います。とにかくやり続けることです。やり続けるとなんとなく分かってきますです。分かった気になるということもありますけどね、分かった気になった時に失敗するんですよね。だからそれは、繰り返されることです。失敗を何回も何回もしてだんだん良くなっていくという好循環といいますか、やり続けることによってそういった好循環だとかチャンスが見えてくるようになります。良くなる機会が見えてきますので、常にやり続けるということは意識してください。機会というのは、チャンスというか機会というのはたくさんあちこちにあるんだと思うんですね。ただそれが見えるか見えないか、それをやるかやらないかだけの話というか、あの、運がいいとか、成功したとかって言われるのは、機会が見える、やり続けることによって機会が見えてくるようになって、それをやるかやらないかで、それが全て成功するわけではないので、やったことがことごとく失敗することはあるかもしれませんけれども、やっぱり成功することもある。でそこで成功したことを大きく育てていく。でそれがまたダメになればまた違うことを見つけて、それをまた大きなことにしていくという循環が、人間の人生なんだと思うので、とにかくやり続けるということが基本です。それは株式投資にも言えることですので、これは仕事でも何でも
言えることだと思うんですけれども、とにかくやり続ける、見続ける、ウォッチし続ける、考え続けるということを常に心がけてやってみてください。そして4つ目、予感も大切です。予感。なんか下げそうだなとか、これまずいんじゃないかなとか、なんか売られそうだなとか、出来高。出来高といって、売買の、売買代金、売買の、その株を売買された金額だとか、売買された株式数っていうのが、リアルタイムに出るようになってます。今、証券会社の、取引ツールを見れば。だから出来高っていうのが、売買代金がバーンと上がってくると、やっぱ売ったり買ったりすると売買代金が上がってくるので、売ったり買ったりがバーンと上がってくるということは、その株に関心があるということなんですね。ダメだと思ってる人もいるし、いやここは買いだと思ってる人が両方いるので成立するわけで、それがたくさんあるということは、何かが同意づいてるというか、上がるんじゃないかって思ってる人がいたり、これまずいから売っとかないといけないとかって思ってる人がいっぱいいるということです。売買代金とか数売買株数が上がったりすればですね。だからそういうのを見ると、これもしかして上がるんじゃないかとか、これやっぱちょっと売っといた方がいいんじゃないかって、今下がってないけどと見て分かるようになってきます。だからそういった予感というのもやり続けているっていうか、見続けてる、考え続けてるからこそひらめくことなんですね。分かることというか、思いつくことなんですね。それはチャンスと一緒です。それがチャンスなのか、それが悪い、選択なのかっていうのは、それは後になってみないとわからないことです。やってみた後にわかることなんですけれども、成功することばっかりじゃないので、さっきから言ってるように、失敗間違い失敗間違いっていうのがたくさんあって、バーンと良くなること、ちょっと良くなること、バーンと良くなることっていうのが交互に来るだと思うので、良くなることを大きく膨らませていくように考えて、悪いと思ったこと、悪い失敗例っていうのはなんていうか、回数があるというのはもう仕方がないこと、外れることの方が多いんですから、当たることっていうか、成功すること、良かったっていうことを大きく膨らませていくことを常に考えて、世の中というか自分の持ってるものを見続けるようにしてください。そして最後に5つ目、損をしなければ利益はついてくる。これはどういうことかというと、今までちょっと話してきたことに通じるんですけども、損は必ずします。これは株式を売ったり買ったりする損とか失敗っていうのはたくさん何回もあります。たくさんあります。っていうか、むしろそっちの方が多いです。それは自分が事業をやってたりしてもそれは一緒ですね。失敗することもたくさんあります。ただその失敗っていうのは最小限に被害を食い止めなければいけないっていうふうに考え続けてくださいっていうことなんです。以前ちょっとお話しした通り、買いポジションを買いから入るんであれば買いました。買いポジションを取りました。1000円で買いました。でそこから何パーセントか損失を許容できるんであれば、例えば 2% 許容できる。だから98%目、980円の、いくらだ ?980 円ですよね。980円で売り差し値を入れておきます。980円でいいんだよね。で、売り差し値を入れておきます。そうすれば980円まで来た時点で自動的に売却されますので、そこで損失は確定します。そういったことを
これは、例えばで言った話なので、本当は990円で売り差し値をしておくとか、995円で売り差し値をしておくとかっていうことは、皆さんがそれぞれ自分の持ってる資産の割合の中で考えてください。ちょっとそういう説明もまた改めてしますけれども、基本的には売買をする判断だとか、自分が持ってる資産の中でどういうふうな配分をするというのかについては自分で決めてください。自分で決めれるようになるとは思うんですけれども、そしたら、どのくらいの配分割合で、株式、自分が持ってる資産の中でどのくらいの配分で株式を買う、それは自分で決めれると思います。で、その、持ってる、株式に振り向けられる金額からどの程度損失を許容できるかっていうのも、これはご自身で決めていただくんですけれども、目安っていうのはまたお話できますので、ある一定の割合の損失を許容できるパーセンテージっていうのは設定しておいて、そこまで下がったら売り差し値でもう自動的に売却されるというふうなことをしてくださいということです。で、それを続けて、えっと、負けることって言いますか、失敗すること、下がることの方が多いんですけれども、最初のうちはもう下がることの方が多いです。もう買うたびに下がる、買うたびに下がるだと思いますけれども、それを、何回も繰り返してると、たまに当たることはあります。そうすると、上がったものっていうのは利益を上が、取れるだけ取っていくと。損失し続けた金額よりも、利益が出た金額の方が上であればいいということですね。で、それが、利益につながっていくといいますか、儲けにつながっていくという考え方があります。これは短期だとか中期の、短期売買ですね。短期売買の考え方で、考えられる取引のやり方なんですけれども、損はちっちゃく利益は大きくという考え方で取引をしていくということが大切かなと思います。で、これがまた中期的な、ポジションを組む、長期で株式を、取るにしてもやっぱり一緒です。長期で持ち続けてもやっぱどのくらいまで下がったらもう損切るとかっていうことは常に考えておいた方がいいということですね。ですから、損をしなければって書いてますけども、損はするんですけども、損をする許容範囲というのを設定して、なるべく最小限にしていけば、おのずと利益はついてきますと。ついてくるだろうというふうに考えられます。で、実際にそれで利益を上げている方っていうのは大勢います。投資で生活している人たちっていうのはたくさんいますので、常に損失をコントロールしながら、相場を見続けていくということです。以上、取引のやり方というか、これは心得というか考え方ですね。心得について今日はお話しさせていただきました。連日相場下げてます。ニューヨークも下げてますし、ニューヨークというか、もう世界的に株式相場ですとか、金融相場ですね。金融市場は大荒れです。あの前回の、投稿で、これは金融システムがいかれてるのか、それとも、バイオクライシスなのか、いわゆる一時的なその調整なのかっていうお話をさせてもらったんですけれども、あのリーマンショックのように金融商品
サブプライムローンに端を発したその金融機関の破綻から始まって、いわゆるその金融システムっていうのがおかしくなってしまったという始まりではないのは今回明白なんです。で、きっかけとしてそのコロナウイルスがあの売られる材料として、本当にきっかけとして相場が下がりだしたというのは、えーっとあると思います。ただそれはきっかけであって、他にも前回お話ししましたけれども、原油の減産が合意に至らなかったり、結果的に増産の方向に行ってしまったので原油の価格が下がってるっていう現状があったりとかですね、いろんな要因があって、連日下げてるということなんですけれども、ただこれが、あのそろそろ収束しないと本当におかしくなってくると。本当におかしくなるというのは、そのいろんな会社の資金繰りがおかしくなってしまうので、資金調達ができないという状況になってくると、本当に会社が倒産してきたりとか、あの世界的な不況が起こる可能性というのが出てきますので、ここはどうなるかっていうところは見極めどころなのかなというふうには思います。本当予断を持って話はできないんですけれども、あの私が考えることといいますか、私に入ったこういうことがあるんじゃないかっていうことは常にちょっとお話しさせてもらいたいと思うので、また次回、動画を見てください。で、よろしければ高評価、よろしければチャンネル登録までしていただけると嬉しいです。じゃあ今日はここまでです。ご視聴誠にありがとうございました。